皆さんこんにちは。Welcome back to Sayas お悩みラジオ。夏の間忙しかったので全然更新できていなくて、お悩みラジオは久しぶりになってしまいました。今後はもう少し、頻度を上げていきたいと思います。で、今回から一つの回答につき1ラジオではなく、何個かまとめて、で、あとは私の近況報告とかも、混ぜながらやっていきたいなと思っています。というわけで、まずは近況報告。この収録をしているのは9月の頭なんですけれども、夏休みどんなことをしたかお話ししますね。私の夏休みは結構早めで、今年は7月の末に、フランスに行きました。なぜか私のスペインに来てからの私の、休みはいつもフランスになったんですけれども、別にフランスが好きだから行ったというよりかはいつもそういう風になったっていう感じなんですけれども、理由はフランス人の友達がいるっていうのと、あとは近いからですね。で、今回も、フランス人の友達の、お母さんのお家に、他の友達5人ぐらいで遊びに行きました。フランスの、上の方なので西北北西の方ですね。大西洋のに面しているビーチとかがあるようなところで、なので結構寒いというか涼しいんですけれども、本当に自然が綺麗で、大きな山とかで、その海もあって、すごく素敵な場所でした。で、ただ、今まで私が住んでいるスペインの街で、夏になると本当に暑いのに、いろんな観光客が来るので、なんでこの人たちはこんな暑いところにわざわざ来るんだろうってずっと不思議に思っていたんですけれども、今回その夏でも、その最高気温が23度とか22度、20上がっても25度っていうところに行って、で、結構常に上着持ってるし、ビーチも私たちにとっては寒すぎて入れないっていう状況で、これが夏の最大限、夏なのにここまでしか暖かくならないなら、ちょっと暑いところに行きたくなる気持ちがやっと分かりました。なんかやっぱり夏で、暑いのは嫌だけど、やっぱりビーチに行ったり、夏のファッションを楽しんだりとかちょっとしたいですよね。太陽を浴びたりとかね。なので、そういうのをするために、わざわざ暑いところに旅行するっていうのが、やっと理解できました。ではですね、お悩みを、紹介していきます。まずは、コンスタンティンさんからです。今回、英語で送ってもらったんですけれども、日本語に、変えて、私が翻訳して、紹介します。私は今日本で、PhD 博士号ですね PhD の生徒として、働いています。で、私の研究所では、私だけが、国際学生、つまり外国人の生徒です。で、他の日本人の生徒は私に、話してくれません。日本に着いたのは数ヶ月前で、その時本当は、日本人の生徒が、街を紹介したり、日本の生活を見せてくれたりする予定だったんですけれども、そういうことは一切してくれませんでした。何かアクティビティを一緒にしたり、休み時間中に話そうとしたりもしましたが、いつも断られたり、約束しても最後の最後にキャンセルされたり、しています。日本語は1年前に始めたばかりなので、まだまだですが、日本語でも話しかけようとしました。どうしたら、フランス人として、日本人の生徒と友達になれますかということですね。なんかこれは日本人だからというよりかは、ちょっとその人たちだからっていう感じがあるかもしれません。日本人でも外国人の人と友達になりたい、英語を使ってみたいと思ってる人はたくさんいて、
こう人によってはもう本当に立ち寄ったレストランでたくさん友達ができちゃいましたっていう人もいるし、人によってはすごく、頑張ってるんだけど全然、友達ができないっていう人もいて、なんかそれはもうその人がっていうよりかは、そのたまたま居合わせた日本人がすごくいい人たちなのか、すごくシャイなのか、もしくはこう何か、友達になりたくない理由があるのか、ちょっとそこは分かりませんが、こうなかなか会ってくれないとか、断られる、キャンセルされるっていうのは、日本人だからというよりかは、どこの国でもあまり友達になる気がない人たちは同じようなことをするのかなとはちょっと思います。なのでこの友達になってくれないのはすごく残念なことですけれども、ここの研究所の人たちと、友達になろうとするのは少し諦めて、他を試した方がいいかもしれません。ポッドキャストの他のエピソードで2回日本人との友達になる方法について話しました。一つのエピソードでは、友達を作る場所とか方法を、10かな10選あげて、でもう一つのエピソードでは、日本人の友達作りとか友人関係の特徴をお話しして、その特徴をつかんで、どうやって友達になれるかについてお話ししました。キャプションにリンクを載せておくので、ぜひ、読んでみてみてください。お悩みを送ってくれてありがとうございました。では次の方です。アゼルさんですね。こちらも英語ですが、私が日本語にします。私の夢は、日本に住むことです。でも今44歳です。で、スペインでやらないといけないこととか仕事がたくさんあります。なのですぐには行けません。日本に、行けるようになる頃にはもう50歳になっているかもしれません。でもそれはもう年を取り過ぎているかもしれません。言語は大好きで、でも日本語はすごく難しいとしているので、日本語を勉強し始めたいですが、もしかしたら、10年ぐらい必要になるかもしれません。私はスペインの文献学者で、日本では、スペイン語の先生は需要が高いと聞きました。うん。スペインスペイン人の教師の需要が高いかどうかは私はあまりわからないんですけれども、でも、外国語を話せる人が必要なポジションとか、大学でもね、大学でのポジションとかも結構あるので、仕事探しにはあまり困らないかなと思います。で、今44歳で日本に行けるのが50歳だとしたら、年を取り過ぎているかなというお話ですが、50歳ってすっごい若いと思います。今の50歳って、まだまだ全然、新しい人生を始めたり、いろんなことに挑戦したりしている人たちが多いですよね。で、日本にも、こう日本人はシャイとか、友達ができにくいとかいろんなことを言う人がいますが、日本にも面白い大人の人たちがたくさんいます。もうどんな趣味を持ってても、その同じ趣味を持ってる人に出会えるくらい、面白い人たちがたくさんいます。で、その同じような年代の人たちが集まってその趣味をしたり、友達を作っているっていうのもよく見かけますので、何歳でも特に遅すぎないと思います。もし70歳、80歳になってから身体的に動くのが難しいとか認知症が始まったりしたらそれはもちろん大変ですけれども、そうじゃない限りいつでもいいと思います。で、私は東京にしか住んだことがないんですけれども、もし私が定年後とかに、日本に戻るなら、ぜひ、田舎に住んでみたいなと思っています。田舎に住んで小さな畑を持って、夕方は温泉に行ったりする、そんな毎日を、ゆっくり暮らせたらいいなと私は考えています。で、日本語なんですけれども、もちろん日本語を完璧に話せるようになるには10年かかるかもしれません。でもそんなになるまで日本に行くのを待つ必要もないですよね。1年くらい
学んで 1,2 年学んでなんとなく分かったら日本に行ってみて、であとは実際に日本に行ってみて日本語がどれくらい必要なのかとか見ながらゆっくり勉強していくでもいい気がします。とにかく、いつになっても遅すぎないと思うので、ぜひ、ずっとやりたいと思っていたことをやってみてください。で、あとは実際に日本に行ってみたら実は好きじゃなかったっていう可能性もあるので、日本って旅行するには楽しいですけれども、住むとなると結構大変なところもあるので、行ってみないとわからないっていうこともあるので、もしよかったら例えば1年だけ行ってみる。で、よかったらステイする。よくなかったらスペインに戻ってくるっていうのもいいかもしれません。では、お悩みを送ってくれてありがとうございました。では、最後のお悩みは、ベネフィスさんからです。日本で、農家として働くべきですか？それとも、コーヒーショップオーナーとして働くべきですか？そうですね。いい質問ですね。うん。どっちも多分田舎でってことですよね。農家はいいけど、収入が不安定なのと身体的にきついですよね。どちらにしても収入が不安定かな。もし農場のオーナーとしてだったら、その時によって不作とか天気が悪かったとか、なぜか病気が発生したとかあるので、その時々によって自然には逆らえないので、収入がそれで変わってしまうけれども、もし雇われる側だったら一定収入なのかな。もし身体的に自信があるなら、ぜひ農家とかやってみたいですよね。で、コーヒーショップオーナーもすごくいいと思いますけれども、ちょっとリスクはあるかもしれません。どちらにしようリスクがあると思いますが、なぜかというと、日本ではあんまりカフェでお茶するっていう文化がないんですね。結構カフェを仕事場とか、一人で行って時間潰しに使うみたいな人は多いんですけれども、ヨーロッパとか、海外ほどカフェで友達と集まるとか、そういう使い方をあんまりしない気がします。もちろんおばあさま方の中とかではコーヒーショップに行ったりするんですけれども、そうね、もし成功したらすっごく、楽しいと思うし、でもちょっと場所を選ぶべきですね。人が来やすくて目につきやすくて、コーヒーショップとか興味があるおばさま方とか、あとはコーヒーショップでインスタとかに写真を上げるような若者がいるっていうのを確認した上で、開くべきですね。うん。どちらにしたかぜひ教えてください。お悩みを送ってくれてありがとうございました。では、今回のエピソードはこれでおしまいになります。最後まで聞いてくれてありがとうございました。皆さんぜひお悩みどんどん送ってください。で、今回からメールではなく Google フォームで送れるようになりました。キャプションにリンクがあるのでぜひ送ってください。メールでも受け付けています。その場合は info@sayajapanese.com まで送ってください。ではありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。If you want to learn Japanese more interactively, you can find the best teacher for you at Saya Japanese School, a quality-first online Japanese school founded by me. Visit sayajapanese.com for more information. Thanks for your support and happy learning!